何十年ぶりでしょう。ナイロビ公営。皆さんこんにちは。私は今クアラルンプールの空港におります。今からですね、突然ですがアフリカ一周してきます。アフリカ行くのになんでクアラルンプールにいるんだって話なんですけど、実はクアラルンプールからケニアのナイロビまで直行便が出てます。しかも3万円前後片道で安くアフリカ行けるのでクアラルンプールにいます。アフリカ一周するんですけど、あらかじめ言っておくと全ての国に行くわけではないです。今のところの予定では19カ国行く予定でございます。まず一発目がケニアのナイロビという超凶悪都市にまず一発目行きます。一発目でいきなり身ぐるみ剥がされて終わりになるかもわかりませんが、生きて帰れるよう応援していただけると嬉しいです。では、クアラルンプールからエアアジアでナイロビへ向かいます。さっきちょっと言い忘れたんですけど、ナイロビの空港が撮影禁止らしいんですよね。なので航空機乗ってからちょっと映像飛んじゃうかもしれないんですけど、ご了承お願いします。機内乗り込みました。座席の配置は 2×4×2 って感じですね。シートピッチはめちゃくちゃ狭いってわけじゃないけど、9時間乗るにはちょっときついね。では正直ビビり散らしてますが、アフリカ行きます。ナイロビ行ってきます。暗いんですけど、ナイロビの空港着いて現地の SIM カード買って入れたんですけど、これ電波が悪すぎて Uber がちょっときつかったんですよね。で、まさかの白タクに乗りました。白タク20ドルって言われましたね。はい、ホテルチェックインしました。今深夜の1時半です。きついな。とりあえずルームツアーだけ。ホテルの外観はもう真っ暗で意味なかったんで、明日またご紹介します。部屋入っていきなりキッチンがありましたね。ちょっとびっくり。冷蔵庫もちゃんとあります。で、水2本、無料の水2本いただきました。で、ソファーやらデスクやら、で、ソニーのテレビです。YouTube とか見れそうだね。優秀。で、ここにベッドですね。普通にそこそこ大きいです。で、暗いけどクローゼットがあって、セーフティーボックスも下にありますね。で、水回りなんですけど、トイレ。で、洗面台。で、こっちがシャワールームですね。で、アメニティなんですけど、石鹸、ボディローション、シャワージェル、シャンプー、全部揃ってます。で、こっちにも石鹸ありますね。で、ベランダもあるんですよね。暗いし、ちょっと怖いんで、今日は出るのやめときますが。で、Wi-Fi も結構速度出ますね。思ったよりいいですね、ここ。こちらのホテルの名前がハイランズスイートっていうところになります。で、こちらに2泊します。で、2泊で 12,760 円。安いですよね。で、ただ現地で税金みたいなものを 1.7 ドル払う必要があるそうです。ここは地区的にはキリマニっていう地区で、ナイロビの中では割と治安がいいところらしいです。でですね、ナイロビの空港についてからの話をしようと思います。エアアジアで、もともとは夜の11時に着く予定だったんですけど、着いたのが11時40分ぐらいで、40分遅れぐらいでしたね。入国審査は特に何も聞かれることなく、指紋を採取だけされましたね。事前に取った E ビザじゃないのか。ETA っていう、E ビザみたいなもんなんですけど、それをプリントアウトしたものとパスポートを渡して、指紋採取だけされて入国できたって感じです。ちょっと並んだんですけど、そこは、大したことなかったんですけど、さっき言ったように SIM カード買ったんですけど、SIM カードがすげえ時間かかって、私の前に2組ぐらいしか並んでなかったんですけど、40分ぐらいはかかったかな。何をしてんのかよくわかんないですけど、すげえ時間かかって、その後めちゃくちゃビビりながら空港の外出て、Uber 呼ぼうとしたんですけど、電波が繋がんなくて、ちなみにサファリコムっていう会社の SIM カード買って、で、ネットは繋がったんですけど、ほぼほぼ機能しない感じで、そしたらおっちゃんが声かけてきて、20ドルでどうだって言ってきて、本当に結構怖かったんですけど、もうそのおっちゃんにお願いして来ちゃいました。本当真似しない方がいいですよ。夜中だしね。で、ちなみに空港ちょっと離れたらちゃんと繋がるようになって、空港周辺だけ多分ネット繋がりづらいんだと思うんですけど、でそれでケニアの情報なんですけども、ケニアのナイロビ、今深夜1時50分なんですけども、日本とは6時間の時差ですね。6時間遅れ。クアラルンプールとは5時間遅れって感じです。ケニアの通貨はケニアシリングというもので、今日現在1ケニアシリングは 1.1 円。そうだ。で、SIM カードの値段なんですけども、1100シリングでした。なので
1210円になるのかな。30日間使えて8ギガ使えるっていう。安いっすね。めちゃくちゃ安かったですね。で、Google の天気情報によると、現在17度、最高気温26度、最低15度っていう感じで、めちゃくちゃ過ごしやすい気候ですね。勝手にもっと暑いのかと思ってたんですけど、今日はですね、もう深夜1時50分なんで、おとなしく寝ようと思います。で、明日一日ナイロビ市内を観光する予定です。では、おやすみなさい。寝る準備してたら鼻血が出てきました。鼻血が出るなんて何十年ぶりでしょう。ナイロビ怖え。改めておやすみなさい。おはようございます。寝たの深夜5時ぐらいなんですけど、なんとか今9時53分ですね。なんとか起きれました。本日5月1日、午前9時53分になります。21時間ぐらい何も食ってないので腹減ってんで、寝癖ボサボサで申し訳ないんですけど、とりあえず飯だけ食いに行かせてください。この辺今ホテルのフロントの人に聞いたら、歩いても大丈夫だけどスマートフォンには気をつけろ、ひったくりには気をつけろって言われました。こっからですね、行こうと思ってるレストランが徒歩6分ぐらいなんで、めちゃくちゃ怖いんですけど、歩いて行っちゃいたいと思います。で、ホテルの外観はこんな感じでしたね。ということで行ってきます。そこがホテルなんですけども、ホテルの周りはこんな感じですね。人気が少ないのでちょっと怖いです。ついさっきなんですけど、最悪なことが判明しました。今日5月1日はなんと祝日らしいです。ケニアでレイバーデーっていう労働者の日、労働の日みたいな感じですね。で、なんで最悪かっていうと、アフリカとか南米とかもそうなのかもしれないですけど、休みの日に犯罪に遭う可能性が高いんですよね。そういう悪い人たちも平日は仕事をしているらしくて、で、日曜日にバイト代わりに強盗しちゃうっていう話なんですよ。なんじゃそれって感じなんですけど、休みの日の方が危ない。それで日曜日は出歩かないようにしようと思ってたんですけど、今回のアフリカの旅では今日がまさかの祝日っていう。マジかよ、怖えわ。お目当ての店を探して入ってきたら、なんかすごいローカルなとこ来ちゃったな。なんとか店を見つけて入ったんですけど、思ってた以上に超ローカルな店だった。まあいっか。この思ったよりローカルなメニューはマジックプレートキッチンっていう名前です。で、これがメニューなんですけど、なんもなかった。まあいろいろある感じなんですけど、私はブレックファーストだっていうこれのマジックパワーってやつを頼みました。ソーセージ、チャパティ、サモサ、エッグで、あとはよくわからない。正直普通に屋内にあるレストランだと思ったんですけど、オープンエアな感じでして、早くもマラリアが心配になってきました。ナイロビ市内はマラリアの危険性はかなり低い、少ないらしいんですけど、言うてもちょっと怖いですね。まずはこちらが運ばれてきました。飲んでみたら紅茶ですね。チャイになるのかな、もしかしたら。甘くないミルクティーって感じですね。ネットで調べた情報によると、ケニアの食事事情はインドから提供を受けてるらしいですね。今来ました。シンプルですね。これがオムレツでソーセージで、これは何だろうね。いただきます。これあれ何かなと思ったらチャパティか。チャパティが巻いてあるんだよね。ナイフがなくてフォークしかないから刺したら取れるソーセージ。ソーセージうまい。で、最後オムレツかな。普通のオムレツで、後からサモサが追加されました。あ、うまっ。肉が入ってる。肉とネギっぽい野菜が入ってる感じですね。うまいですと思ったら、サモサの真ん中ぐらいの肉はめっちゃ冷たい。ごちそうさまでした。会計400シリングでした。キャッシュオンリーでしたね。結構ローカルな感じの店で食えたんで満足です。めちゃくちゃビビりながら歩いてまたホテルに帰ります。今のレストランの店員さんたちなんですけど、食べてる時なんか絡んでくるわけではないんですけど、帰り際にいやランチも来いよみたいなこと言ってくれて、いい感じの人たちでしたね。歩いて5分ぐらいですね、ベジニアホテルに戻ってきたんですけども、このホテルはもう思いっきり門が閉まってるんですよね。昨日夜だけかなと思ったらこの時間もこうなってて、だから安全面はちゃんとしてるんだと思います。It's a video. Visual record. で、今ホテルの中入ったんですけど、プールがあるみたいなんでちょっとチラ見していこうと思います。あ、こんな感じなんですね。大きくはないけど、人がそんなにいなかったら結構快適に入れそうだな。私は入る時間がなさそうではあるんだけど、いい感じのプールがありますね。それでは観光に出かけます。最初にですね、最初は観光地とは言えないかもしれないんですけど、ナイロビにある有名な日本人宿のニューケニアロッジっていうところに行ってみようと思います。ご存知の方にとっては結構今どうなってるんだって興味深いんじゃないかなと思うんですよね。知らない人は全く知らないと思うんですけど、そこの現状を見てこようと思います。今ウーバー来てくれたんで乗り込みました。今買うニューケニアロッジっていうのは、ナイロビで多分一番有名な日本人宿です。最近はそんなに日本人いないっていう噂もあるんですけど、ちょっとその現状を見ていきます。で、あとニューケニアロッジではツアーも申し込めるみたいで、そのツアーの
の料金調査もしてこようと思います。ニューケニアロッジ周辺ってすこぶる治安が悪いらしいので、気をつけていこうと思います。ナイロビの街並みでございます。今どんどん危ないエリアに近づいてる感じですね。今この道を越えると一気に治安が悪くなると言われているモアアベニューを過ぎたところなんですけど、そのモアアベニューを過ぎたら一気に人が多くなりました。すごい人の数が増えた。だから治安悪いって言われてるのかな。ウーバー、チップ込みで250シリング、安いですね。ニューケニアロッジ、どこだ？ニューケニアロッジ、ここかな？ちょっとわかんないんだけど、入ってみます。ケニアロッジの店員さん、オーナー？オーナー？今、ニューケニアロッジのオーナーと話してたら、今日本人は泊まってない。で、マサイマラ国立公園への2泊3日のツアーが400ドルって感じですね。今、ニューケニアロッジのオーナーのおっちゃんと話して、いろいろツアーの紹介をしてもらいました。オーナーの人めちゃくちゃいい人でしたね。さっき言ったように、マサイマラ国立公園の2泊3日のツアーが400ドル。ちょっとだけなら値下げに対応してくれそうな感じでした。で、あとこれもさっき言ったんですけど、残念ながら日本人は今、ステイしていない、宿泊していないということなので、ネット上の噂にもあったんですけど、今日本人はあんまり使ってないみたいです。で、今、ニューケニアロッジの前から街並みを撮ってる感じなんですけど、こんな感じで、ウーバーの中で言ったように、モアアベニューを越えてから一気に人が増えて、一気にごちゃごちゃしてきました。本当はこの辺治安悪いらしいので、ウーバーで次の場所に行くのが賢明だと思うんですけど、正直ちょっと面白そうだったので、モアアベニューまで歩いてちょっと戻っちゃおうと思います。今バスに乗れみたいな感じでめちゃくちゃ声かけられたんですけど、怖えわなんかすごいこんなひどい道もあるな。で、道脇にはなんかすごいいろんなものが売ってる。いや今まで私が来た中で一番声かけられるな。多分カメラ持ってるからだと思うけど、いやーすごいわ。なんか治安が悪いインドって感じだね。ニューケニアロッジ周辺は、昼間なら気をつけてなら歩いても大丈夫って話ではありますね。で、今のところ私もめちゃくちゃいろんな人に絡まれるんだけど、一応今のところ危険は感じないですね。この辺のめちゃくちゃ古いバスとか味ありますね。すごい古いけど、これ何のバスなんだろう。乗ったらどこ行くんだろう。そこに見える道がモアアベニューなので、この道から手前側、この道から私がいる側が治安が悪いと。で、このモアアベニューの向こう側は、比較的治安がいいとされてます。では今モアアベニューを横断しています。いやー、ちょっと来る前はハラハラしてたけど、実際歩いてみたら昼間ならまあ大丈夫そうですね。ではモアアベニューを越えたところでウーバー呼んで次の目的地行こうと思います。すいません、さっきモアアベニュー横断してますって言ったところはモアアベニューじゃなかったですね。その後もう一本渡ったところがモアアベニューでした。で、モアアベニューで今ウーバーを捕まえたところです。次にですね、ナショナルミュージアムに行きます。このウーバー窓を開けて運転してるんですよ。で、だから昼間だからっていうのもあるだろうけど、そこまで治安ビンビンに悪いってわけではなさそうだね。今ナショナルミュージアムの前に来たんですけど、すんごい厳重に車内をチェックしてますね。ウーバーチップ込みで270シリングでした。ではナショナルミュージアム入っていきます。これがナショナルミュージアムの料金表で、ノンレジデンツでミュージアム1200シリングですね。で、スネークパークがあるんだ。これも1200で、両方だと1500みたいですね。で、ミュージアムのエントランス付近にはお店とかレストラン的なものが何軒かあるみたいです。ナショナルミュージアム現金で払えると思ったら、なんか完全キャッシュレスで、こっから携帯でスキャンして進んでいってチケット入手する感じでした。進んでいってもなんかカード入力した後なんか進まなくて、で、よくわかんなくて、結局受付のお姉さんに聞いて、結局そこにある端末機でカードを差し込んで支払いました。1200だったんですけど、カードの利用料、手数料がなんかわかんないけど 1287.5 シリングになりました。支払いが終わったらこんな感じの PDF ファイルが送られてくるので、この QR コードをかざすんだと思います。ここが入り口ですね。Hello, it's not working. Sorry. not working. Have you printed the ticket? 行こうとしたら QR コードを読み取る機械が not working っていうことで、結局この受付でチケットプリントしろって言われて、効率悪いわ。で、この PDF ファイルを受付の人が見りゃいいじゃんと思うんだけど、ということでそこのおっちゃんに QR コードを見せてチケットをプリントアウトしてもらいました。これ意味あんのかなで、このプリントを機械の横にいるおっちゃんに渡す感じということで、やっと入れました。すげえ、もういくらかかった？ 30 分以上多分かかりましたということでナショナルミュージアムの中に入ってきました。正式名称はナショナルミュージアムオブケニアらしいです。さて突然ですが、これは何でしょう。あらかじめ言っとくと卑猥なものではありません。正解はですね、ミュージカルインストゥルメントということなんで、楽器みたいですね。でかっ。
Welcome to Human Origin ということで、人類はアフリカから生まれたと言われてますよね。骸骨とかあります。昔の人間はこんな感じの顔だったんでしょうね。そしてこちら博物館の中央に鎮座しているのがアフリカっぽい、動物たちですね。ここはヒストリー・オブ・ケニアって書いてあるから、ケニアの歴史学べる場所になってますかね。機関車みたいな模型に線路があって面白い作りですね。ウーマンズドレスということでこんな感じですね。いいっすね。可愛い人が来たら可愛いんだろうな。2階にも動物の剥製がありますね。いや、サイでかいな。こう見るとでかいサイ。かっちょいいね、サイは。さっき1階で見た動物たちが上から見下ろせるようになってます。いや、でもこうして見るとやっぱゾウって一回りでかいね。でかいな、ゾウ。バーズ・オブ・イーストアフリカってなってます。鳥ですね、鳥。アフリカには鳥の種類もいっぱいいるんでしょうね。これ本当学者レベルじゃないと覚えきれないだろうな。ということでナショナルミュージアム出てきました。そんなに規模は大きくないんですけど、国立博物館にしてはね、ナイロビの歴史とか文化学べる場所になるので、人間の起源とか動物の剥製とかその辺があるんで見応えは十分ですね。そこがナショナルミュージアムで、こっち行くとスネークパークとかアクアリウムがあるみたいなんで、興味ある方は行ってみてください。コンボチケットだと両方行けて1500シリングなんで、喉乾いたんでナショナルミュージアムすぐ真正面にあるそこの店でスプライト買いました。300シリング。ナショナルミュージアムの駐車場にいた車とマッチングできたんで、早々にウーバーに乗れました。で、次どんなとこかよくわかんないんですけど、ビレッジマーケットってとこに向かいます。ビレッジマーケット着きました。ウーバー380シリングでした。ビレッジマーケット高校っぽいですね。ちょっと思ってたのと違うけど屋外にあるイメージ、勝手に。とりあえず入ってみます。荷物検査をしてビレッジマーケットの中入ってきたんですけど、思ったより普通のショッピングモールでしたね。オールドストーンアイスクリームがある。ちょっと懐かしい。最近海外でよく見るミニソーですね。ミニソー。ちょっと移動したら私がイメージしてたビレッジマーケットっぽい感じになってきたな。こういうオープンエアな感じのマーケットを勝手に想像してたんですよね。すごい椅子と机があるけどフードコートみたいになってるのかな。やっぱそうだね。いろんな店があるからどっかの店で買ってこの辺で食っていいんだろうね。なんとタイ料理のお店があったりとか、インディアンカレーですね。ステーキ&シーフード。ここめちゃくちゃお酒が置いてあります。奥にどんどん進んでったらもう一個建物があったよ。思ってたよりも規模大きいかもしれない。このビレッジマーケット、こっちにもレストランがいっぱいあるね。もうそこら中でいい匂いがします。今までで一番欧米人の方多いですね、この辺。このビレッジマーケット入るときに荷物検査もあったし、治安とか大丈夫だと思うんで、ここに来れば安心して飯食えるのは間違いないですね。またウーバーに乗って次の目的地に向かいます。ウーバー560シリングでした。やってきたのがケニアッタインターナショナルコンベンションセンターというところです。なんでもこのでっかい塔の上の方の展望台があるみたいなんで、そちら見に行こうと思います。入り口どこ？今ですね、そこのビルの外側でパスポート見せてって言われて、コピーしか持ってきてなかったんですけど、コピーで OK でした。で、そこの受付のお姉さんにゴリゴリにナンパされました電話番号を書かされたんですけど、この電話番号に電話していいかって10回ぐらい言われましたで、中に入ってこのレセプションってとこで多分お金払うんだと思います。料金はノンレジデントだから5ドルかまたは500シリングっぽいです。支払いキャッシュダメでカードオンリーでした。500シリング。そこが28階で、ここっぽいから29階になるのかな。29階相当のところが展望台っぽいです。展望台と思われるところこんな感じみたいですね。柵があるんだね。なんかもっと上があるみたいですね。今の細い階段を登ってきたらこんなんも見えねえじゃんと思ったら、さらにこんな細い階段があるみたいです。想像と全然違った。で、このバカみたいに細い階段上がってきたら、すごい、ここヘリポートじゃん。31階相当になるのかな。こんな感じです。やっぱ柵とかがないから気持ちいいね。こっちが南になるんですけど、すぐ近くに高い建物あるけど、わかりますか？もっと向こうがもうなんもない草原ですよ。草原。あの辺が多分ナイロビ国立公園じゃないかな。動物たちがいるってことでツアーも結構開催されてるナイロビ国立公園だと思います。向こうなんもないよ。すげえっていう感じのコンベンションセンターの展望台でした。500円ちょいなら来る価値はある気がします。はい、ということでケニアッタインターナショナルコンベンションセンターでした。いやー、結構高いね。入った時とは別の出入り口から今出たんですけど、噴水とかなんか色々あって、こっちの方がメインエントランスだったのかもしれない。近くにマサイマーケットっていうのがあって、これも例によってどんな感じなのか全くわかんないですけど、とりあえず名前的に行った方がいいだろうっ
ということで、近いんで歩いていこうと思います。では、このナイロビとは思えないと言ったら失礼かもしれないけど、ナイロビとは思えない綺麗な広場を後にして、で、この道をまっすぐ行くとマサイマーケットがあるっぽいです。Google マップ上でマサイマーケットとなっているところに着きました。ただの駐車場でした。なんもね、Google マップの場所が間違ってるのかな、それか今日祝日だから残念ですが諦めます。再び Uber に乗り込みました。で、今日 Uber 何回も乗って気づいたことがあるんですけど、全て日本車ですね。トヨタはもちろん、三菱モーターとかスズキとかホンダとか、しかもカーナビついてるんですけど、日本語が表示されてます。だから多分日本で使われてた日本車の中古だよね。Uber チップ込みで310シリングでした。やってきたのがヤヤセンターっていうショッピングモールですね。またショッピングモールかよって感じなんですけど、ここやたらと有名というか口コミ多いんですよね。ここにフードプラスっていうスーパーマーケットがあるんで、飲み物買おうと思います。海外のスーパーマーケットらしく、果物とか野菜とかがざっくりと陳列されてます。野菜あっちですね。物価調査という感じなんですけど、このサイズのペットボトルのジュースが60シリングだから、日本の半額以下、半額ぐらいって感じかな。水に関してはもう30とか30円ぐらいとか安い。明日の朝飯にちょっとだけなりそうなやつとかもう買っちゃいました。中身は後でご紹介します。ここにミニソーがあったりとか、あとフワウェイのショップがあったりするけど、さっきのビレッジマーケットと違って地元の方向けっていう感じのお店が多いですね。ビレッジマーケットはもう観光客がいてっていう感じで、ここからですね、ホテルまで結構近いんで、治安も大丈夫でしょ。歩いて帰りたいと思います。ややセンター近くの街並みはこんな感じですね。結構もう道はボコボコしてるところが多いです、ナイロビは。今大通り沿いをちょっと歩いて、で左に折れてですね、ここからは今朝朝食向こうで食ったんですけど、今朝と同じルートを今歩いてる感じです。明るい時間帯は大丈夫そうだね。Good thing,いやwhere? Outside, can you? いやいや Yeah. Thank you. Is there another one like this one? で、さっきスーパーで買ったものはこれです。明日の朝飯とか、オレオとか非常食だね。コーヒー、水、マウンテンデュー。あとこれはヨーグルトです。エコバッグは20シリングで買いました。エコバッグ込みで782シリングです。安い。で、そうそう、ベランダからの景色まだご紹介できてなかったので、一応、こんな感じですね。この見た目だとそんな治安良さそうには見えないけど、この辺はいいらしいです。今5時33分ですね。ちょっとだけ休んだら夜飯食いに行こうと思います。時間は6時24分になりました。飯食いに行きます。Uber 呼んで行こうと思います。Uber すぐ来てくれました。お目当てのレストランへ向かいます。結構近いところです。Uber 270シリングでした。で、来たのがアシャキグリルって店なんですけど、どこだ思ってたのとちょっと違うけど、こんな感じのお店っぽいです。すいません、騒がしい店で申し訳ないんですけど、ここはニャマチョマと呼ばれる肉料理が食えるところ、あとアルコールもあるはずなので、この店に決めました。店内の様子はこんな感じで、レストランっていうかバーって感じの雰囲気だね。アシャキグリルの、メニューになります。いろいろあるんですけど、今調べたらこのムブジっていうのがヤギのことらしいんですよ。せっかくなんでヤギを食べようと思うんで、これかな、ハーフリブチョマにしようかな。今オーダーしまして、さっき話したヤギの肉、あと肉だけっぽいのでサラダでスピナッチ、ほうれん草を頼みました。あとビール、聞いたことない銘柄しかなくて、おすすめのビールくれって言いました。まずビール来ました。ホワイトキャップのラガーです。いただきます。美味しいかも。ました。これがスピナッチ、ほうれん草で、これがヤギの肉ですね。これがタレと塩っぽいもの。まずはほうれん草から。味付けはちょっと塩入れたぐらいかな。味はほうれん草のまま、その方がいい。持ってきてくれたこのソース、ちょっと舐めてみたら死ぬほど辛い。これはきついな。塩で食べます。一口目はこのまま何もつけて食います。まず塩はつけた方が良さそうだけど、正直そんな美味しくはないですね。塩を振りかけて、臭みは思ってたより臭みはないけど、肉のね、噛み具合があんまりいいもんじゃない。味の表現がすごい難しいんだけど、でもラムが一番深いのかな。こんな感じ。ごちそうさまです。合計1550シリングでした。Uber すぐに来てくれました。
ナイロビはほんとすぐ Uber 捕まりますね。で、今回も日本車、スズキ。Uber270 シリングで帰ってきました。では、シャワー浴びたりして寝る準備します。はい、それでですね、今日はこの後すぐ寝るんですけども、ナイロビといったらサファリツアーだと思うんですけど、明日から2泊3日で行ってまいります。マサイマラ国立公園ですね。そのツアーはすぐにゲットユアガイドで予約済みです。日本にいる時にチャット GPT でおすすめの旅行会社はみたいなのを調べて、ゲットユアガイドでそのチャット GPT でおすすめしていた旅行会社のサファリツアーがあって、で、しかも値段を見たら28,000いくらって出たんですよ。米ドルにしたらだいたい200ドルですよね。現地の方が安いかもしんないけど、ネットで調べた時の相場ぐらいの値段じゃんって思って、じゃあもうゲットユアガイドで予約しちゃおうと思って予約しました。料金なんですけど、さっき言ったように、通常だと28,000ちょいなんですけど、マサイマラ村かな、マサイマラ村訪問オプションをつけたんですよ。それつけて 32,399 円でした。アメリカドルに直すとだいたい230ドルぐらいですかね。で、それにパークフィー200ドルは現金で明日渡すことになるので、合計で430ドルぐらいになりました。グループサファリなんで他に参加者はいると思うんですけど、私は一人で参加するっていう形なんですけど、事前に問い合わせをしてて、一人で参加だけど一人部屋になるかって聞いたら、一人部屋になるっていう話だったんですよ。なので、これに決めました。ちなみに、パーフェクトウィルダネスツアーズ&サファリっていう会社になります。で、明日の朝7時にここのホテルに迎えが来てくれる予定になってるので、7時までの間にこのホテルチェックアウトっていう感じになります。先にこのホテルの評価をしたいと思うんですけど、3.5 にします。2泊で 12,760 円。料金的にはそこそこ安いんじゃないかなと思うんですよね。入ってないけどプールもあったし。今日になってやっと気づいたんですけど、エアコンないっぽいんですよ。たまたま今私が来ている今の時期はちょうどいいぐらいなんでエアコンいらないんですけど、暑い時とかもしかしたら結構きついんじゃないかなと思います。で、あともう一個がシャワー、お湯は出るんですけど、結構時間かかるんですよね、お湯になるまで。あと水圧もちょっと弱めっていうところです。はい、ということで今日一日はナイロビ市内の観光した感じになるんですけども、明日はいよいよサファリツアー2泊3日に出かけるっていうことになります。では、髭剃ってシャワー浴びて寝ます。おやすみなさい。おはようございます。5月2日金曜日朝6時56分です。7時に迎えが来るのでチェックアウトします。チェックアウト終わって今もう迎えが来てくれました。はい、ニクさん、グッモーニング。ということで、ほんと7時ぴったりぐらいに迎えに来てくれましたね。来てくれたニクソンさんによると、もう一人ピックアップしてから向かうみたいなことを言ってました。多分、いよいよですね。めっちゃワクワクする。ちょっと走って降りて、この車に乗り換えになります。こんな雰囲気のある車で行くんですね。車内はこんな感じで座席の前に水が2本あるから多分飲んでいいってやつでしょうね。あとコンセントがあるの。これも使っていいのかな。結構いい感じの車っすね。今いろんなホテルによってお客さんをちょっとずつ集めてるところですね。3カ所泊まってこれで7人揃ったんで多分ここが最後ですね。私の隣にいたのがウガンダ人の声の大きいおっさんで、日本人のカップルが2人、欧米系の女性が3人って感じですね。ちなみにホテルからこの車に乗り換えるまでの間もまた別の日本人カップルがいて、で残念ながらこの車は別になっちゃったんですけど、結構思ったより日本人の方がいて嬉しいですね。日中韓で中韓は見ないのに日本人を4人も見るっていう、珍しい気がしますが心強いです。8時21分に全員揃ってマサイ村国立公園へ今向かっているところです。公園までは5時間から7時間の間ぐらいにかかるってことでした。で着いたら昼飯って感じです。9時9分にビューポイントだっていうことでちょっと車が停車しました。これですね、すごい。いや、これは素晴らしいビューポイントに泊まってくれました。でここ Google マップで見たらザ・グレートリフトバレーっていうっぽいです。いや、すごい。このビューポイントのとこでは、ちょっとしたお土産物屋さんみたいなものは一応あるみたいですね。でこのお土産物屋の奥にトイレがありましたね。無料で使いました。15分ぐらい休憩して再度出発になりました。11時15分、ガソリンスタンドで2回目の休憩ですね。シマウマが現れました。近くにシマウマがいます。1時55分に宿泊場所になるのかな、着きました。着いた宿泊場所の村というかキャンプみたいになってるところはこんな感じの場所です。
まずランチっていうことですね。ランチビュッフェって言ってました。今までの話をしちゃうと思うんですけど、最後1時間半ぐらいずーっとめちゃくちゃアクロでしたね。すんごいアクロで窓に頭ぶつけました。でアクロはいいんだけど、辛かったのが隣に座ってたウガンダ人の客がうるさくて、酒は飲んでるし唾は飛んでくるしで、それがきつかったですね。2時前ぐらいに着いたんで5時間半ちょいぐらいかかった感じですかね、全員集まってから。ランチビュッフェはこんな感じですね。マカロニ、ご飯、肉料理っぽいものと野菜っぽいもの。とりあえずビュッフェメニュー4つあったんで、全部取りましたね。米、マカロニ、肉、で野菜。で、飲み物がポットがあったけど、あれお湯でしたね。コーヒーとか作る用のお湯でした。まず野菜。キャベツで普通にうまい。キャベツがうまいわ。で、マカロニ。トマトソースみたいなものがちょっとだけかかってる感じ。で、肉。何の肉かわかんないけど。ビーフかな、ビーフっぽい気がする。米はちょっとサフランライスっぽい感じ。全然普通に食える。部屋案内してもらいました。こちらになります。では、ルームツアーなるテントツアーします。中に入ったらこんな感じで、ベッドが2つあります。ただ私一人参加ということで、一人で使っていいとのことです。シンプルですね。ビーチサンダルがある。それ以外は何にもない感じです。蚊帳的なものがありますね。で、水回りです。水回りなんですけれども、テントの奥にあってトイレがあると。で、洗面台と、あとシャワーになります。アメニティなんもないと思ったら、何これ。多分石鹸でしょう。多分石鹸が5個もあります。コンセントどこだろうと思ったら、ここにありましたね。よかった。枕元にあります。ここ、電気が通るのが、夕方は6時半から10時まで、朝は5時から7時15分までだけみたいです。で、ホットシャワーは、いつでも使えるとのことでしたね。夜と朝にも全部一気に充電するしかないですね。っていう感じで、石鹸以外は何もない感じですね。テレビはもちろん、テレビはなくていいし、ないんだけど、エアコンもないですね。暑っ。多分夜は涼しくなると思うんですけど、今暑いですね。テントはこんな感じです。で、今、2時29分なんですけど、3時45分にツアー開始ということなので、1時間ちょいゆっくりしようと思うんですけど、ただその前にこのキャンプ村歩いて回ってみようと思います。入り口まで来まして、ジラフヒルズマラキャンプっていうらしいですね。我々ツアー参加者はここに泊まります。今のエントランスを入って中に入っていきます。で、ちなみに今エントランスに行こうとしたら危ないからっつって、従業員の方が来てくれました。そんな危ねえんだ。ちなみにナイロビ市内はマラリアの危険性はないというか低いらしいんですけど、この辺はちょっと危険な地域に入ってるんですよね。で、なので安全を期すならばマラリアの予防薬を飲んでから来た方がいいです。私はちょっと諸々の事情でまだ今は飲んでないです。西アフリカに行くまでは飲まない予定ですね。その代わり虫除けスプレーを頻繁に振りかけております。エントランスから2、3分歩いて、ここがランチの会場でした。おそらくディナーもここなんでしょうっていうところでしたね。もうみんな食べ終わったかな。私のテントとは今逆側に来てる感じなんですけど、こっちはテントというよりは一応建物になってますね。こっちの方がいいな。エントランスまでついてきてくれた人が言うには、夜は寒いぞって言ってましたね。今は暑いっすよ、ほんと。暑いっつっても気温は多分そんな大したことないんだけど、直射日光がね、やっぱきついっすね。だいたい一周して、私が泊まってるテント側に来たんですけど、こんな感じですね。てか自分のテントがどれかわかんなくなってきた。どれだっけ？これかな？もう一個もこうか。やべえ、わかりづらい。危ねえ、今これだと思ったんだけど、話し声が聞こえたから、やっぱこれかな？これだよな。ちょっと違ったらやべえな。多分これだったと思うんだけど。3時45分になったのでツアー再開です。車の上が空いております。こっから立って見えますね。4時2分に出発しました。今、マサイマラ国立公園の中に入ったようです。早速インパラ、シマウマがいますね。